Designer Hub。 前回はアーツ&クラフト運動と紹介について話してきました。今回はアーツ&クラフト運動が世界へっていうことでいろいろ話していきたいと思います。はい、世界への影響について話せればなと思います。グローバル展開していったってことですかね。そうです、アーツ&クラフト運動は、イングランド、イギリスから生まれていて、そこから世界各地へと広がっていくわけですね。で、この後これ今19世紀じゃないですか。で20世紀に入ると第一次世界大戦があったりとか、世界恐慌があって、第二次世界大戦があってみたいな感じで、割と世界が大変なことになっちゃうわけですよね。19世紀も大変なんですけど、ただこういった芸術とかものづくりに各国が集中できなくなるというか、そういった状況になっていくので、このあとアーツ&クラフト運動の流行というか影響がずっと続くかというとそうではなくて、第一次世界大戦をきっかけに少しこの流れというのは止まってしまうんですけれども、それまでの間は各国でいろんな動きが見られたっていうのがまず世界への影響としてあるかなと思います。で、細かい各国の事例を見ていきたいですけれども、まずベルギーですよね。モリスもよく言っていたベルギーなんですけれども、そうですね、イングランドから距離が近いっていうのもあると思うんですけれども、アーツ&クラフト運動の影響を最も受けた国っていうふうに言われているみたいです。20人会っていう20人の集まりっていうのがあるんですけれども、これはモリスの思想と同じように芸術っていうのを暮らしの中に統合していくってことだったりとか、その保護ですよね、を提唱した団体っていうのが出てきたりします。でこれはその反アカデミアリズム、そのアカデミックな分野、その大学だったりとかで教えている芸術のあり方にも反対しているって意味で、ちょっとラファエル前派っぽいよねみたいなのもあるんですけれども、そういった組織に影響を与えていきます。なんかバンドベルドっていうベルギーのデザイナーさんがいるらしいんですけれども、この人にも影響を与えていまして、この人がアール・ヌーボーって、つももさんも読みましたかね、本ね。デザインの歴史の本でも紹介されている新しい芸術って意味ですけれども、アール・ヌーボーというジャンルというかムーブメントというか、っていうのを作ったのがこのバンドベルドさんなんですけれども、彼にも影響を与えていると。すごいですね。で、ベルギーもそうなんですけれども、あとフランスだったりっていうのが鉄とかガラスを中心とした、これらの素材って新しいわけですよ。それこそバウハウスのガラス張りの校舎みたいなのが当時はすごく珍しかったみたいな話もあるんですけれども、まだガラスを完璧に透明にしたりとか、それを丈夫に保ったまま加工するみたいなものっていう技術が完璧には確立されていないというか、そうですよね。まだまだ新しい素材だったんですよね。で鉄もそうですよね。鉄とかガラスとかそういったものをじゃあ家具に取り入れて、それを芸術に昇華させるみたいな、こういった動きとしてアール・ヌーボーっていうのがあるんですけれども、そこにつながっていくっていうのはありますね。いろんな素材とか技法とかに果敢にねチャレンジしていったモリス商会の姿勢っていうのも反映されてるのかなとかは個人的に思いますけれどもね。あんまでもこのヨーロッパ各国のものづくりの違いとかってそんな意識しないですよね。てかわからないですよね、やっぱ日本人の僕たちってね。ものづくりだとね、北欧とかさ、そういうのではなんかちょっと意識するとこあるけどね、北欧っぽいみたいなね。そう、でもこの時代のこういうのは割となんかこの中を今台本というかさ、見てるけど、なんか大体ヨーロッパで一括りはできそうだなみたいな印象は正直あるな。ね、実際にねこの国の人たちは自分たちらしさっていうのは分かってると思うんですけどね。で、一方でドイツは1907年にドイツ工作連盟っていうものが作られます。でそこの中心人物としてヘルマン・ムテジウスさんっていう人がいるんですけど、彼は建築家ですね。でこのムテジウスさんっていう人がこのアーツ&クラフト運動というものをドイツに伝えた張本人とされています。でスローガンとして、芸術家、産業界の起業家、職人の協力を通して産業製品を発達させることっていうのがこの連盟のスローガンになっています。で、これは時代の流れだと思うんですけれども、彼らは機械生産を肯定するんですよね。肯定するというよりも受け入れていくってことだと思うんですけれどもね。この後ドイツでバウハウスが起こるわけですけれども、バウハウスの展示とか作品とか見に行ったことありますか、つもまさん。なんとなく、なんとなくぐらい、
バウハウスも時代によってバウハウスの特徴みたいなものって細かく分類できるかなと思うんですけども、やっぱり全体を通して新しい表現方法、その機械だったりとか、バウハウスの時代にはもう映像とかもあるから、とか写真とかそういったものをどうやって芸術に取り入れていくかみたいな、ものづくりに取り入れていくかみたいなところをすごく実験していった側面があるなって、どうやって僕たちはこの新しい機械だったりロボットだったりっていうものを受け入れてものづくりをしていくんだっていう、そういうチャレンジングなことをしていたという側面もあると思うんですけど、そこにつながっていくのかなと思ってます。でこのドイツ工作連盟っていうのはそもそもねバウハウスの流れにつながっていくので、ドイツにはそういった影響を与えているかなと思います。でそのバウハウス自体に関してもなんですけれども、やっぱり中世の工房での師匠弟子みたいな、マイスターっていうポジションがバウハウスではありますけれども、こう先生みたいな役ですよね。そういう中性的なものづくりだったりとか、マイスターから弟子に技術が継承されていくみたいな、こういったものもすごく中性的だし、そういったものを大切にはしているんだけども、さっき言ったようにこう機械だったりとか新しい手段素材と向き合ってこれからの時代のものづくりっていうものを考えていった教育機関かなと思うので、やっぱりこのアーツ&クラフト運動からバウハウスにも影響があるというか、この流れがありますよね。この辺をまた今度やりたいです、バウハウス編ね。これで1シリーズ分やるみたいな感じですね。そうそうそう。であとはオーストリアですね。オーストリアでも工芸家集団で有名なウィーン工房っていうのがあるんですけれども、これも同じようにその芸術と日常生活の統合っていうものを求めた集団ですね。あとはハンガリーですね。マジャル民族っていう、特にこの東ヨーロッパ、ハンガリーとかポーランドとか、この辺民族問題ややこしかったりとかするんですけど、彼らにもやっぱり影響があるわけですよ。アーツ&クラフト運動ってそれぞれの民族の伝統的な装飾だったりとか、伝統的なこの芸術だったりっていうものを肯定するので、じゃあ僕たちのこの先祖代々受け継がれているこの芸術ものづくりっていうものも守られるべきなんだっていう風に言えるじゃないですか。この辺の動きは多分各国であったんだろうなという風に思います。でさっき話に出てた北欧もそうですよね。それこそめっちゃ手作りのイメージありません？そうですよね。なんかね、縫い物とかもそうだし、色もカラフルで、フィンランドとかスウェーデンとかデンマークとかですね、あと、でも影響を与えているかなと思います。でやっぱりこのアーツ&クラフト運動を通して、自分たちの国のこの伝統文化を見直すみたいなことっていうのは、そのナショナリズムにつながるわけですよね。自分たちの国って素晴らしいんだ、こんな素敵なものを先祖代々受け継いで守っていて、これからも残していかなきゃいけないんだっていう愛国心につながるじゃないですか。これもすごく時代の流れにマッチしているわけですよね。そうですね。やっぱ第一次世界大戦までのこの流れって、みんながこの、民族自決って言って、それぞれの民族が自分たちで決めて、その民族それぞれに国があるべきで、その国っていうのは自分たちのこの意思によって運営されるべきだっていう、そういった流れっていうのが特にヨーロッパで主流になってくるわけですけれども、そういった時代の流れともすごくマッチしているのかなと思います。でもね、なんかそのアーツ&クラフト運動を通してモリス2号みたいな感じなのがこう広がるっていうのじゃなくて、ちゃんとそのうちらだったらどうするんだろうねみたいなのがなんか作られたからこそ、その北欧のデザインよねとか、オーストリアのミニマムデザインとかメトロデザインとかさ、作られるきっかけにもなったのかなっていうのはすごいいい流れだなって思いますね。そうですね。やっぱり各国にそれぞれ火種みたいなものがあって、もともとそうだよね。でその火種実はめちゃくちゃ燃えるから、燃やしてみたらって言ったら各国でめっちゃ燃えたみたいな感じだと思うんですよね。そうね。だから芸術はこうあるべきだっていう一つの、じゃあなんだろうな、そのゴシック建築が素晴らしいんだっていうこれ活動じゃないじゃないですか。世の中にあるゴシック以外のものって全部ダメみたいな、そういった話ではなくて、各々が持っているこの手工業をベースとしたものづくり、芸術というものを大事にしなさいねっていう話だから、それはやっぱり文明のあるところそれぞれの国がオリジナルのものを持ってるわけですよね。それを肯定する、そういった大きなムーブメントだからこそこんだけ広まるんだろうなって思うんですよ。すごいですよ。時代にめっちゃ合ってるんですよ、っていうことだと思います。はい、次はヨーロッパから目線を
めっちゃ西に動かしてアメリカについて話したいと思います。だいぶ広がってますね。はい、アメリカにもアーツ&クラフト運動って広まるんですね。アメリカでも同じように、ヨーロッパからは出遅れる形ですけれども、産業化と都市化が進んでいたし、何より多くの移民がいるわけですよね。だからこそアーツ&クラフト運動も相性が良くて、自分たちの民族の伝統的なものだったりとか、そもそも産業化都市化の流れでの労働環境の見直しみたいなものとアーツ&クラフト運動っていうのは相性がいいので、これも広まっていきます。で1897年、これモリスが亡くなった次の年、その年にアメリカではアーツ&クラフトの展覧会が行われるぐらいすごい受け入れられてるっていう。で20世紀に入って1910年頃にアーツ&クラフト運動っていうのが絶頂期を迎えます。絶頂期っていうのはもう活動が活発になってるってことなの？めっちゃそこで栄える、この後ですね、1914年に第一次世界大戦が始まっちゃうので、一旦そこで止まるってことだね。そこまでは各国すごく盛んに行われてたみたいです。でもその戦争の後ですね、1930年シカゴで世界初のウィリアム・モリス協会が設立されるってぐらい愛されてるんですよ。すごいね。これ生誕100年そろそろ経つぐらいのタイミングです。96年ですね、モリスが生まれてから、っていう感じでアメリカではすごく受け入れられるんですけれども、やっぱりこれはヨーロッパから距離があるっていうのもすごいあると思うんですよね。さっき言ってたような民族間の争いだったりとか紛争だったりとか、国内のごたごたみたいなのが、特にヨーロッパでは激しい。でアメリカももちろん問題を抱えてはいるんですけれども、当時のアメリカってちょっとヨーロッパから距離取って俺たちは俺たちでやっていこうぜみたいな風潮があったんですよ。だから第一次世界大戦も最初は入ってないし、だからそういったこのちょっと距離を置いたところで熟成させるみたいなことにすごい向いた場所だったんだろうなって思うんですよね。というのと、アメリカはすごい工業化がこの時進んでいたので、その機械で物を作ることに対して別にそこまで悲観的じゃないわけですよね。だしヨーロッパの資本主義産業革命が両輪で回ってどんどん都市化していくみたいなものを後から追っていた立場でもあるので、アメリカっていうのはね、いろいろ反省点とかはちゃんと二の鉄を踏まないようにしていろいろやっていたと思うんですよね。その中で割と落ち着いた環境でこのアーツ&クラフト運動っていうのが展開していく余地があったんじゃないかなって思います。でですね、何人か紹介したいなと思うんですけれども、このグスタフ・スティックレイさんという人がいます。彼は1858年生まれ、モリスの20個下ぐらいです。アメリカにおけるアーツ&クラフト運動の父って言われてる人で、家具メーカーでスティックレイ家具っていうのがあるんですけど、それの創業者ですね。でこの後いろんな建築家軽く紹介したいんですけれども、フランク・ロイド・ライトっていう人だったりとか、グリーン兄弟っていう人だったりとかがいるんですけど、彼ら建築家のデザインにすごく大きな影響を与えた人で、彼はそのヨーロッパに視察に行ってたんですよね。その時にイングランドでモリスたちが提唱するアーツ&クラフト運動っていうものを知るわけですよね。で彼がその思想をアメリカに広めた。この時面白いなって思うのが、やっぱりそのアーツ&クラフト運動っていうイケてる活動がイングランドではあったんだよ、それをウィリアム・モリスって人がやってたんだよっていう風に多分彼は伝えてるんですよ。なるほど。アメリカに、ここでウィリアム・モリス以外が広まらないじゃないですか、当たり前のように。だからウィリアム・モリス協会みたいなものがアメリカに作られるし、ウィリアム・モリスとアーツ&クラフト運動、これがすごく結びつく形で受け入れられていく、そこにしかも社会主義みたいなものも乗っかる、これがいろんな国で起きた結果、ウィリアム・モリスって近代デザインの父なんだろうなって僕は思うんですよね。そうだね。なんか作品でってわけではないんだね、やっぱり活動でっていう。やっぱりそうだと思う。だしね、それがヨーロッパに広がってアメリカまで届いたっていう、だからラスキンはなんかそういう広がるみたいなのがなんか結果としてあったけど、なんか後のみたいなところだよね。だしそういうアカデミックな分野でしかないというか、正直ラスキンの言ってることをその辺の工房で働くおっちゃんが理解できるかどうかって分かんないじゃないですか。けど多分モリスの言ってることは理解できるんですよね。分かりやすい、シンプルだしね。だし本人もイケてるものを作ってるし、だから改めて自分の国とか自分だったらどうなんだろうねっていう、流れもあっただろうしさ、なんかいいきっかけにはなるんだろうなっていう、
なるほどね。なんかそのラスキンがなんで流行らなかったのっていうところが今ちょっと僕は知れたので、ね、ちょっとクリアにね、そうですね、なりますね。まあ、これは本当僕の一意見ですけれども、僕はそういうふうに思うんですよね。であとやっぱ忘れちゃいけないのが、当時イングランドってめちゃくちゃイケてる最強国家だってことなんですよね。そうだよね。植民地しまくってみたいな感じ、っていうのもあるし、そう産業的にもですよね。そうだね。もちろん軍事力もすごいんですけれども、だから今僕たちがアメリカのシリコンバレーのものづくりに憧れて必死にやるじゃないですか、アジャイルとか取り入れたりとか、リーンスタートアップみたいな、ああいうのと近いですよね、憧れの対象としては。そうだよね。もうどの国よりも先に IT で産業を起こして、で世界中の人が使うようなサービスっていうのをどんどん生み出したっていうのがシリコンバレーだと思うんですけれども、それに対してはすごいなって僕たちは彼らから学ぼうとするわけですよね、この姿勢と多分何ら変わりないんですよね。当時のイングランドっていう、一番先に産業革命を起こして、最先端のものづくりをしている、中でいろいろ問題はありつつも、その問題を解決しようとし、自分たちも素晴らしいものづくりをし、っていうこのウィリアム・モリスの活動っていうのは当時のアメリカの人たちからするともうすげえウィリアム・モリスさんってなるじゃないですか、そうやって広まっていくんだろうなっていう。だからウィリアム・モリスのライバルがこの時いたのかどうかって僕もね気になるんですけどね。まあなんかその言い方悪いと陰キャではなんかいそうだったなっていうの、なんか結局確かに言い訳してる人はいそうですよ、なんかモリス界隈がさ陽キャで、モリス界隈その有名な人たちとか強い人たち集まったからさ、それは分かりやすいよね。そう強い人集まる。やっぱここで聞いてくるのが、金持ちの父親が早く死んでるみたいなこと、当時の他の人とか調べてると、割とお父さんが口出ししてくるんですよね。そうだよね。金持ちだったりとかしても、でそれがどうっていうわけではないんですけれども、めっちゃ自由にやってるじゃないですか、そうだね。もう時間あるし職業もコロコロ変えても誰にも何も言われないし、そうだね。ってなるとやっぱ一番このアート&クラフト運動にぴったりな人材だったのかもしれないですよね、そうだね。結果としてね、で話を戻しまして、このスティックレイさんねいろいろ活動するわけですよ、アーツ&クラフトの啓蒙活動のための雑誌を作ったりとか、職人たちが生き生きと働ける場所を作るためになんかニューヨーク郊外にね、なんかクラフツマンファームクラブハウスを建てるみたいなね、みんなが理想的なものづくりをできる環境を整えようとするみたいなことですよね。めっちゃいいな、っていうのをやるんですけれども、このアーツ&クラフトっていうこの一連の流れの、流行もやっぱあるわけですよね、さっき言った第一次世界大戦みたいな国際情勢の煽りもあるだろうし、その後しかも世界恐慌ですからね、アメリカも大変なことになるじゃないですか。株がボカンって落ちるとかね、とかっていうのもあって、なんかスティックレイさんは破産しちゃうみたいですね、なんですけどこのアーツ&クラフト運動とその概念をアメリカに広めたっていう意味ですごく影響力があった人、でこの人が影響を与えた人の中にフランク・ロイド・ライトさんっていう建築家、この人は近代建築三大巨匠の一人らしいです。すごいですよね、でもこの人もシカゴアーツ&クラフト協会っていうだからモリスのいないところでもどんどん広まってるんですよね。すごいね。そうに入ってたりとかして、日本の旧帝国ホテルの設計とかもこの人がやってる、そうなんだ。すごいですよね。日本ともつながってくる、感じですね、でグリーン兄弟っていうまたの建築家のね兄弟がいるんですけれども、この人にも影響を与えてますね、でさっきアール・ヌーボーっていう話あったじゃないですか、これと別でアール・デコっていうのもあるんですけれども、アール・デコはね結構知ってる。本でもありました、インテリアだよね、椅子とかさ、展示とかも去年なんかどっかでなんかやったよね。日本でですか？日本で。そうなんだ、なんかねこの辺ももうちょい詳しくやりたいですけど、よりね定義が難しくなってきますよね、アール・ヌーボーアール・デコってなると。そうだよね。この辺の時代になってくると、もうその機械生産もかなり進んでいるので、複雑なことがもっとできるようにもなってきてますよね。そうですよね、っていうのと、最初このアーツ&クラフト運動ってもう機械反対みたいな、割と極端なアレルギー反応として出てくるわけですけれども、この時代にもなってくると、バウハウスとかのね時代なんで1920世紀の頭らへんですよね、ってなると大量生産も大事だしデザインも大事だよねみたいな、お互いの歩み寄りみたいなね風潮っていうのが出来上がってくるので、アール・ヌーボーからアール・デコって流れっていうのはそういったもうちょっとマイルドめな流れ、マイルドめな風潮が作られていくっていう流れがあるかなと思います、
で日本にももちろんこのアーツ&クラフト運動は紹介されますね。はい。この辺の話をちょっと次回は柳宗悦やるので、このシーズン終わったらねその辺でまた詳しく話せたなと思うんですけれども、モリスとアーツ&クラフト運動っていうのが日本でも1920年代にこう紹介されて、でそこから民芸運動って言われるやつですよね。無名の職人が作る手仕事、そこには芸術があるんだみたいな話なんですけれども、そういった運動につながっていったよねみたいな話もありつつ、それって本当につながっているのかみたいなところを今後ちょっと調べていきたいかなっていうふうには思ってます。で日本はだからもうこの時やっぱ欧米から学ぼうなんで、このモリスの話もそうだし、バウハウスの話もそうだし、それが日本のこの美術教育にどういう影響を与えていったのかみたいなことは、今後ねデザイナーハブで調べていきたいところではあるかなと思います。ざっと各国への影響っていうのはこんな感じなんですけれども、気になる国とかありましたか？やっぱ日本は一番そうだね、気になってはいるかな。ちょっとね柳さんの時に話すから、やっぱこう独特、今はさこのもう洋風のインテリアもめちゃめちゃ多いけどさ、当時の日本ってやっぱさ日本独自っぽいじゃない。なんかどういう感じでそれがこう流行って一般化してとかって流れがあったのか。確かにね、大量生産とまた全然違いそうですよね。いやなんかね、そこは今まで話すそのヨーロッパとのスピードがちょっとこうなんか違うんじゃないって思ってたのは、やっぱりこう昔のサザエさんみたいなあれを見た時にさ、確かになんか選べるじゃない。選べるというか、そのどういう家具を買うかとか、インテリアデスクどうするとかあるだろうけど、なんか別にみんな同じようなものを使ってるみたいな感じなイメージがあったから、やっぱりこのまだまだこう貴族のもの、お金持ちのものなんだなみたいな感じはあったから、それがどの程度の速度で上がってったかっていうのと、あとやっぱりこう戦争があったじゃん、第二次世界大戦、そこまでのこのね一般化を伸ばせるかみたいなところだと思うんだよね。そこはちょっと気になってはいたかな。ちょっと長くなったけど、いやでもね、その日本の場合はこれもまた話したいですよね。いろいろ意識が違ったとは思うんですよね。民衆の人々がそう思ってたかは分かんないですけど、やっぱ日本って早く近代化しないともう国が滅びるみたいな感じなわけですよね。隣の中国はイングランドにボコボコにやられていて、次は僕たちかもしれないみたいな感じなわけじゃないですか。だから芸術がどうこうとか言ってる暇がないっていうか、イングランドもイングランド大変なんですけど、もっとその国家レベルでやばいっていう、マジでやんないともう国が滅びるみたいな危機感は当時あったと思うし、なんかそこのテンションの差というか、危機意識の差みたいなのはありますよね。でもそう、そこもうちょっと気になるのがやっぱ天皇の存在だと思うんだよね。そうだし、僕たちは日本人だっていうその天皇を中心にまとまることが割と他の国に比べてね簡単だった。言語も日本語だけだし、だからあんま芸術が注目されなかったってのあると思うというか、調べれば調べるほど芸術と社会ってつながってるんだなっていう。そうだよね。めっちゃ勉強になる。そんな感じでしょうか。次回以降はね、社会主義について話していきたいですね。めちゃめちゃお勉強タイムみたいな感じですかね。またあんまりこう踏み込みすぎたりとか、逆に踏み込まなすぎて適当に物事を言うと結構角が立つ領域なのでこの社会主義とかねマルクスの話とかっていうのは、この辺はちょっと整理しながら、いい塩梅で話を進められたらなと思っております。了解です。じゃあ今回もこの辺で、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。